ベストの七九です。はい、大竹です。前回に引き続き、今回はリバーカヤックをドーンと説明してですね、はい、そこと比べてシーカヤックの装備を見ていくというような流れでいきましょう。はいリバーカヤック、今回、ご紹介してきた中で、いろんな種類がありましたけれども、今回はこの中でツーリングですね、初めてのカヤックということで、ツーリングに合わせてメインの焦点を。で、どんな船だったかというと、このタイプのレクリエーショナルカヤックでした。これの装備ということで説明していきます。で、川を説明しますけれども、湖でも同じような装備におおむねなりますかね。そうですね。じゃあまずは、これなくしては始まらないということで、パドルですね。パドルも素材が何種類かあって、一番ベーシックなものがアルミのシャフト、あとプラスチックのブレード。次は、グラスファイバーですね。これシャフトもブレードもグラスファイバーでできたものもあります。そして、一番、軽くて、高価なもの、カーボンですね。カーボン。3種類ぐらい、大まかに分けてあるんですが、あとは長さを、選んでいただくと、のんびりツーリングの場合は、だいたい2メーターから2メーター20センチぐらいかな。川の場合はこのぐらいの長さで、事足りると思います。で、下のね、ダウンリバー、スポットプレーっていうような形は、もうちょっとアクティブな動きを求められますので、ちょっと短めで190から2メーターぐらいの長さのものがあります。これは長さが200から220っていうのは、船によって変わるんですか？それとも漕ぎ手の体格によって変わる？そうですね。船の幅が一番関係してきますね。割とツーリング用だと割と幅があるタイプが多いので、あんまり短いと船に当たっちゃって操作がしづらい面もありますので、このぐらいの長さが適当かと思います。また2本でカッチャンコとついでいるものがあったり、もう1本もののものがあったりとか、ツーリング用は割とジョイントできる分割できるタイプが多いと思いますね。で、下のダウンリバースポットプレイ用はもう一体もの、で作られてます。これ初めての場合は、どれを選んだらいいのかなって、これ値段がこの順になると思うんですけど、アルミも大丈夫？全然問題ないです。全然問題ない。ただね、比較すると重さがやっぱアルミが一番重いんですよ。だから長時間漕いでるとちょっと重いなって感じたら、だんだんと素材を変えていくっていう、そんな形でもいいんじゃないですかね。これは船がたとえ変わっても、パドルはある程度は同じものを使っていけるものもありますね。ありますね。重いイコール今度値段が安い。だんだん価格もだんだん高くなっていくし、重さもだんだん軽くなっていく。そういう関係性があるんですけども、例えば石とかね、石とかね、河原とかの石にガツガツ当たっても気にならないのがアルミで安いもの。ちょっと高価になってくると川底当たったりとか、だんだん気になり始めるとかね、そういう関係性になってきますね。私はじゃあまずアルミから選ぼうと思います。続いてスプレースカートです。こちらはどういったものでしょうか？ですね、まず船のコックピットに縁がついていて、ゴムで引っ掛けるタイプのスカートなんですが、用途としては船の中に水が入るのを防ぐ。だからのんびりツーリングの場合は比較的ナイロンの一枚もののペラペラのものにコックピットに挟む部分にゴムが入っていて、でなおかつ胴回りもナイロンの上にちょっとゴムで、ちょっと上の位置に固定できるような、そんな緩いものもあります。ただダウンリバーとかスポットプレー、これはもうエスキモーロールとか、そういうことをする前提で遊ばれますので、ネオプレーのしっかりとした、ぴったりとはまるもので、なおかつジャケットとそのスカートを挟んで、胴体から船の中に水が入るのを防いでくれるような、構造になってますので、その場合は使い分けしていただけるといいと思います。ジャケット自体の裾にがもうピタッとなっていて、スカートを間に入れるようなというか、上からかぶせるようなイメージですね。革のダウンリバーとかスポットプレー用のジャケット二重になってるんですよ。
外側にまず、アウターの外側の生地があって、内部にですね、もう一重、このぐらいの、はい、長さの、中にもう一枚布が入ってます。だからそこの間に外の布と内部のそのジャケットの内部の、胴回りの部分にスカートを挟んで、はい、で水がこう伝わっても入りづらいような構造になってますんで、はい、そういったものを選ぶ必要がありますけど、ツーリングの前も一枚もののねジャケットっていうのも結構種類出てますので、ツーリングの方が気楽な感じ。そうですね。緩めの、はい、まあ雨具の、ちょっと丈夫なはい、カヌー用のものみたいな感じですね。はい。続きましては PFD、パーソナルフローテーションデバイス。はい、これライフジャケット書いてあります。はい、そうですね。まあ一時ね PFD って統一しましょうよということで、はい、PFD を優先的に使い始めたんですけど、何のことかよくわからない。馴染みのない。結局ライフジャケットのことですよって言って言い換えちゃうんで、はい、ライフジャケットでいいんじゃないかとね、もうライフジャケットでもう皆さん一般的にもう浸透しちゃってるので、それはもう聞き馴染みあります。はい。でこれもタイプとしてはツーリング用だとフロントのジッパーで脱ぎ着がしやすいものが比較的多くて、で浮力も大体ね7キロから8キロぐらいのものが大体一般的ですね。でこれが今度ダウンリバースポットプレイでより、技を繰り出したりとかするのに、はい、よりちっちゃくて、薄いものでなおかつ浮力の少ないものをあえて選ぶ方も、いらっしゃいます。いらっしゃるんですね。はい。まあ、その方はもうほとんどねチンしても鎮脱し、まあ、ほとんどしないよっていうレベルの方なんですけども、はい、そういう選び方もありますね。はい。これはフィット感重視のもので、はい、そうですね。かぶり式で、はい、しっかりと胴回りで、固定されてて、はい、万が一があっても抜けないってすっぽ抜けないっていうような構造のものが、はい、多いです。これはツーリングのカヤックの場合もカヤック用をやっぱり選んだ方がいいんですよね。そうですね。はい。カヤック用を選んでいただければ、海でもね、シーカヤックでも共通して使えますし、いいですね。湖のツーリングでも共通して使えますので、はい、一つマイライフジャケットを持ってですね、はいはい、これはヘルメット、はい、リバーカヤック独特なのかなと思うんですが、川はまあ深い、ね、部分はいいんですけども、どうしてもカヌーが楽しめる場所だと浅い部分もありますよね。はい、まあ、そうした場合は完全にひっくり返って頭が下の部分に、川底に向かって頭が位置するわけなんで、まあ、その部分に岩とかね、はい、あった場合は頭をぶつけるときにやっぱり頭を保護する、はい、まあ、こういった面で必ず必要になります。チンした場合は上半身このまんま海中じゃないですね、水中にあるわけですからね。はい、そうですね。パドリングウェア、これは服装ですね、ウェアですね。はい、まあ専用のものですとよく最近日焼け止めのね、はい、効果もあるんで、ラッシュガードなんかは結構皆さんもご存知かと思いますが、はい、まあ、当然速乾性も高いです。はい、で、ミドルウェア、その中間に着るものですね。はい、これはまあ暖かい時は必要ないんですけども、ちょっと肌寒い時は、まあ、保温性が目的になりますので、まあ、フリース素材だったりとか、あとはまあ化繊のちょっと厚手のものを合わせる場合もあります。はい、そしてアウターですね。これはツーリングの場合はセミドライって言って完全に防水性が全部備わってるわけじゃなくて、まあ、手首あと胴回りだけね水が入りづらくなってますけども、はい、首元が割と自由な感じでジッパー式でちょっと開放感が出せるようなモデルはツーリングに使えます。うん、でここにラテックスっていうゴムの密着性の高いゴムがついているものが首と手首に両方ついているものがありますので、これがひっくり返って水が中に入るのを防いでくれますので、こういうのはダウンリバーとかね、スポットプレーの方なんかはもう夏でもこれをつけてる方がいらっしゃいます。はい、もうチンする前提であったりとか、ね、っていうものに関しては技の途中がひっくり返ることを目的としているものはもう必ずこういったのが必要になってきますね。はい、ライフジャケットの下に季節によっては皆さんフリースとかを着られてたんですね。はい、ちょっと想像がつかなかったです。そうですね。
よくアウトドアで登山用のフリースなんかは、首がね高いものが多いですけども、こういうパドリングウェアのフリースなんかは首がないんですよ。丸首だったりとか V 字だったりとか、そういうフリースが専用にある専用のフリースがあるんですね。そうですね。はい。なるほど。じゃあ服装もう一つですね。シューズについて、これはツーリングに関しては、サンダルリバーシューズなんて書いてありますが。そうですね。比較的川だと河原があったりとか、やっぱりゴツゴツしたところを歩かなきゃいけないので、つま先だけじゃ簡単に脱げちゃうんで、サンダルであっても必ずかかとのあるもの、で、写真に写ってるようなネオプレン製の、ぴったりとフィット感のある、なおかつ靴底がですね柔らかい。これは船のコックピットの構造にもよるんですけども、ダウンリバースポットプレーっていうのは非常に狭いんですよね。でギリギリ足が素足が入ってほとんど隙間がないようなものは縁に厚いゴムの底がついてると、そこにピタッとはまっちゃって万が一沈脱した時に抜けないケースがあるんですよ。だからああいったふうに足裏の自由度が簡単にね伝わるような形状のネオプレーンの素材のものが、一番両方とも兼用できますので、兼用できるならそうですね。ツーリングの時から用意しておいてもそうですね。はい。良さそうですね。はい。これ聞き慣れないまた言葉ですけど、フローテーションバッグ、浮力体となってます。船の呼び名で、名称の呼び名で先端部をバウで、後ろの部分をスターンというんですけども、そこに必ず三角の隙間があります。でそこに万が一ひっくり返っても水がその部分に入るのを防いでくれるために円錐形の風船状の、浮き袋があります。これ各メーカー各船の形状に合わせたサイズ感も何種類かあって、その船に合わせて、用意していただくと、必要以上に水が入らなくて済みますんで、沈脱した最上点の時なんかは非常に楽ですね。はい。なるほど。これリバーカヤック、ツーリングカヤックでも必要と、むしろツーリングカヤック用って感じですね。の方が、いいと思いますね。はい。ビルジスポンジ、またこれね、スポンジは知ってるんですけど、ビルジって言われると、何のことってなる。そうですね。要するに船の内部に溜まった水を外に排出するための吸い取って外に絞り出す。あれスポンジでやってるんですか？そうですね。以前はね、本当に天然素材の、ものが多かったんですけども、海綿体みたいな、そうですね。最近はナイロンの、製のスポンジが割と主流になってきてるんじゃないでしょうかね。性能の差みたいなのはあるんですか？どうしてもその昔ながらの、昔の方がね、水がいっぱい吸い出せた気がします。なかなか今手に入らないと。そうですね。なかなかやっぱりその素材自体がね、なかなか手に入らなくなってきてるみたいですね。結構大竹さんの船大きいのが乗ってた気がするんですけど、ビルジースポンジと、これまた鼻線耳線と、でこれはツーリング、これはねツーリングの時の方にはあまり用事がないですね。ひっくり返るのを前提とした遊びをする前に、例えばツーリング中最初から最後までつけてるっていうわけじゃなくて、ずっとこうじゃないですね。ちょっと危なげな背が先に見えたなと、あそこでちょっと遊ぼうかとか、あそこ通過するのにちょっとつけとこうとか、その時に必要に応じてつけていただく、そういう感じの、要するにひっくり返ると無意識にやっぱり鼻から水が入るって結構多いんですよ。いやしかも痛そうです。もうツーンとしてそれでパニックになって、溺れる方、あと沈脱 しなきゃいけない方が出てきますので、そういうのを最小限に防ぐっていう。あと耳に水が入ってもね、なかなか抜けないので、しかも船の上でトントンできないですから、そのあれで、こういったものが専用のものがあります。いや知らなかったです。背に入る前に皆さんこうやってたんですね。そうですね。短時間に。メガネバンド、これはイメージ湧きます。チンしたように噴出しないようにと。万が一ひっくり返った時にやっぱりね、大事なメガネ、目の悪い方は特にね、後半メガネなしで、下っていくっていうのはなかなか辛いことなので、なかなか辛いですね。ネオプレン製の後ろでね、こう固定できるようなものもありますし、
なるべく顔にフィットした形でつけられるものがいいかと思います。はいはい。じゃあそもそもこう運動用なんかでゴーグルみたいなやつも出てたりしますけれども、もう完全にそのダウンリバースポットプレーに徹する人は、度付きのゴーグルを用意されている方もいらっしゃいます。その方はやっぱり度付きだと、スタートから最後まで全部やっぱりしてないと見えないということで、最初からその状態で下ってる方もいらっしゃいますけどね。ないよりはね、安全に下りたいですからね。これサングラスなんかはリバーではしないんですね。そうですね。やっぱり流されやすい、噴出しやすいものは川のツーリングではあまりされない方が多いですね。はい。続きまして防水バッグ。これはもう分かりやすいです。濡らしたくない貴重品いっぱいありますもん。シーカヤックみたいにハッチがあるわけじゃないので、コックピットの内部にこういった荷物を、入れなきゃいけないんですけど、そんなにいっぱい、広いスペースがないので、必要最小限の、車の鍵とか、あとはファーストエイド、あとはちょっとした行動食とかね、そういったものを入れていられるぐらいの、大体起きてもそうですね10リッター以内ぐらいのもので、フローテーション、さっき浮力体の代わりに気になりました。円錐型の、バッグを入れるって言いましたよね。あれをちょっと空気を抜いて、これを入れるスペースを、後ろに、用意するっていうようなやり方もあります。そうですね。はい。なんかあれですね、コックピットの中はスカートで封閉じられてますけど、いろいろものが入ってるんですね。そうですね。プロテクションバッグにスポンジもあるんでしょうし、防水バッグ。だからそれがひっくり返った時に全部流されるようだと回収大変なんで、全部が全部やっぱりね、内部で何かに固定して、流れないように。じゃなきゃね、用意されてます。はい。流れてきますからね。そういうこともね、やっぱり考えて、用意されるといいと思いますね。はい。あとですね、レスキューギアということで、これ結構いろいろございます。いざという時の道具ですね。そうですね。ガイド的な立場の方はほぼ全部用意してるんですけども、全部が全部ガイドさんに助けてくれじゃちょっと荷が重すぎるので、ある程度のグループだと大体その中でも何人かはベテランの方がいらっしゃいますんで、そういう方たちはトゥーイングロープ、あとそうですね、ホイッスルとか、そういったものは共有で、装備されるといいと思いますね。あとスローバックもそうですね。はい。トゥーイングロープは船を牽引するロープなんですけども、リバーカヤックの場合は船自体も小さいですし、でロープの長さもそんなに長くない、短めのものの、場合がありますね。あとスローバックっていうのは危険な瀬を通過するときに、何人か、ベテランの方が先回りをして、で陸上に、上陸して待機します。上がっちゃって待ってるわけですね。で、後半に、初心者の方とかまだ技術がね伴わないような方を、次に下らせて、その時に万が一ひっくり返ってもいいようにということでロープを持って待機する、そういう使い方ですね。あとはカラビナとかはそういったロープとかいろんな小物をつなぎ止めておくものに使えますし、あとちょっと物騒なねナイフってものがあるんですけど、リバーナイフってただの平らな切れる刃だけじゃなくて、ギザギザの刃がついてるんですよ。ギザギザがついてる。そうですね。これは例えばトゥーイングロープで牽引中に、川の中の障害物に引っかかりました。で自分も脱出しなきゃ危険だとか、いうような時にそのギザギザの場でトゥーイングロープのロープを切ったり、あとスローロープも引っ張ってる最中に絡まってね、しまって、引っかかる危険性がある時はそれも切ったりとか、そういう緊急用のナイフが、よくライフジャケットの胸とかフロントのところにつける場所がありますよね。あれね、リバーナイフつける、道具なんですよ。しかもなんかこうついてるんじゃなくてこういうイメージですよね。下向きに引き斜めに引っ張って抜けるように、上抜きづらいじゃないですか。だから当然刃もナイフの鞘もカチッと止まるようにロックされるようになってるんで、もう握りやすくつけておいてすぐに引っ張りで抜けることができるように取り付けされてますね。はい。あとはホイッスルは先に危険な場所があるよとか、
あとひっくり返って助けてくれとか、いろんなその音での連絡手段ですね。情報伝達のためにも使うってことですね。そうですね。いざという時だけじゃなくて。なるほど。で、個人装備として揃えるものは、まあ、どっかに参加しますよという場合であっても、この辺り、ホイッスルですね。まあ、持っておきましょうと。で、リバーナイフだけあれ、ガイドさんが持つ。リーダー的な立場の方が持つケースが多いですね。ということで、リバーカヤックの装備を今見てきました。で、まあ、食事とかね、他の道具は割愛させていただいて、必要なので、この後、シーカヤック、何が違うのかなということで、同じように、今度はね、色つけてきました。違いがあるところを見ていきましょう。まずはですね、シーカヤックとはというところで、前回の動画でもご紹介したんですけれども、海で旅ができるものですよと。で、荷物を積むスペースがもうちょっと広いですよと。で、直進性が高くスピードが出るというものでございました。で、こんなものでしたね。で、2種類ありました。この後できますけど、クルージングタイプとライディングタイプというのがございました。これは前回の動画をご参照ください。の時の装備ですよ。まずは同じくパドル。これはもう絶対必要なものですね。で、これ、革と、まあ、シーカヤックの違いが、まず長さがやっぱり、ちょっと長くなりました。まあ、当然、2分割で真ん中でジョイントできる形なんですけども、2メーター20から2メーター40ぐらい。これは、下にちょっとブレードが映ってますよね。ちょっと幅広のモデルがあります。もう一種類ちょっと細長いモデル。もう綿棒みたいな感じが。そうですね。まあこれのちょうど半分ぐらいにしたぐらいの大きさ、太さでしょうかね。だから、下の広い感じのパドルを使う場合は割と短め。これは、まあ割と、ライディングタイプのカヤックありましたよね。まあああいった船で、しっかりと水をキャッチして、まあ小回り、をするような使い方をする場合は、太くて短い、モデルを選んだ方がいいです。で、クルージングタイプ、長距離をのんびり漕ぎたいっていう場合は、ツーリング用みたいな細長くて長いタイプ。まあ当然水のキャッチ量は細長いと少なくなるんですけども、まあその分長さを出してしっかりと水につけられて、のんびりと漕ぐっていうような、使い方をね、分けていただくといいと思います。だとツーリング用で初めてで用意するんであれば、まあさっきねリバーで素材やりましたけれども、このブレードの形状に関しては、まあ好みもあるのかもしれませんが、そうですね。船に合わせてですかね。船に合わせて選ばれた方がいいと思いますね、これはね。これやっぱ専門店とかで相談していただいて、この船だったらどれがいいですかっていうことで聞いていただければ、こっちの方が向いてますよってご説明できます。あとリバーと違ったのが予備パドルって書いてあります。パドル2本いるってことですね。そうですね。まあ同等クラスのもの、もしくはそれよりもちょっと落とした素材のものを予備で、シーカヤックの場合はデッキにバンジーコードがついてますよね。そこにまあ2分割した状態で、広い部分は手前のコックピット近い方に、シャフトがこう先に、なって細長く三角形の状態で収納ができる。で、バンジーコードを止めておく。万が一1本、波にさらわれて持っていかれました。どうしよう。で、これを抜いて、ジョイントして、あなたにこぐ。で、回収に行くと。まあそんな回収にも行けますよね、こうやっておけばね。なかったら回収に行けないですからね。そうですね。そのまま手ぶらで手でこう漕いでるしかありませんので、海の場合は、川の場合は陸地がすぐ両脇にあるんで、すぐそこまでね、例えば泳ぎついて、途中で拾いに行くこともできるんですけども、海は大海原で、もう流されていったらね、どうしようもないんで。想像以上に早いですからね、流されると。まあこういう予備パドルは必ず皆さん持ってますね。パドルの違いとしては予備パドルがあって、ちょっと長めになりますよというところでした。スプレースカートの方は、これ色ついた分ショルダー付きってなってますが、ちょっと違いますね。まあ革用と違って、海で例えばもうロールが前提で遊ぶってことはそうそうないんで、もう着心地の良さ優先でちょっとゆったりしたものが多いんですけど、まあ言っとけばショルダーが付いてて、まあこれでここの胴回りあんまり締め付けずに、
着ることができる。で万が一ここにもゴムが入ってるんですけども、バンジーコードが入ってて、ショルダーを落とせばそのままつけたまま、抜け出せることができる。例えば上陸の時にもうスカートつけたまま陸地に上がっちゃいますよみたいな、こっついたまま歩く、そういった、こともできるようなものもあります。で下のネオプレンセットはもうライディングちょっとねアクティブな遊びをする方はもうロールしてもいいような形で、水が入らないようにっていうことで、もう革の、スプレースカートと似たようなものを利用する方がやっぱ多いですね。それぞれもう見た段階でこれは何用だなっていうのは商品としてはもう分かるようになってるということですね。またまた来ました PFD ですね。さっき勉強しました、パーソナルフローテーションデバイス、ライフジャケットと言ってしまいますけどもまあこれも海の場合はフロントジッパーで、あんまり圧迫感のない、脱いだり着たりしやすいものがやっぱり多いですね。なおかつポケットがね、ジッパー付きのポケットがちょっとついてたりとかして入れておくことができるようなモデルも用意されてますね。分かりやすいです。ハットキャップ、さっきはリバーカイクヘルメットでした。これがハットキャップに変わりました。まあ沿岸部で遊ぶのは別としてですね、まあ普通のんびりと広い海を漕ぐわけなんですけども、一番気になるやっぱり直射日光ですね。海はすごいですからね。日陰がまずないですから、つばの長めのハット、または首の部分に日よけの対策の布がこうね垂れ下がっているようなものをつけたりとかかぶる場合が多いですね。これはアウトドア用のものなんかでも大丈夫？そうですね。首がついてた方が紐がついてた方がいいですかね。紐がついてて風でね結構持ってかれるんですよ。だから首紐と首の後ろの布があったものが一番向いてると思います。今度はパドリングウェアですが、結構似てるんです。さっきこれね兼用できるものも結構多いですね。ここがちょっと違う内容で、アウターにフード付きが多いとなってます。これどういうことでしょうか？まあ海でやっぱ天候がね変わりやすくて、例えば急な雨が降られたりとか、あとまあそんなにロールひっくり返るのを前提に遊ぶ、遊び方じゃないので、袖口はどうしてもねパドリング中に水が、雫が入りやすいんで、ここは密着したもう共通点ですね。そうですね、ゴムがついてるウェアが多いんですけども、首元はね密着しないで割とジッパーでこう開放できるような、やっぱ暑さとか、やっぱりゆったりとした感じで着れるジャケットが多いんですよ。でも万が一例えば雨が降られた場合は逆に首元が密着してないんで、そこから雫がみんな内部に入りやすくなってるんで、それでフードをかぶればそういうのは防げますので、で海の場合はねフード付き多いですね。これもそれぞれシーカヤック用であるとかリバーカヤック用が出ていて、なかなか身近で買えるお店がないという方多いと思うんですけれども、有名なメーカーだとこの辺りってどの辺りになるんですか？そうですね、割とうちの、ね、ウエストでお取引のあるメーカーさんだとモンベルさんなんかが全般的な種類が多いですし、あとシーカヤックで、限定したらスクープアウト。スクープアウトさんね。これ東京都内にもねお店直営店出されて、いますけど、こちら海非常に得意な、メーカーさんですね。あとは関西の方行くと青木カヌーさんという、これもリバーからシーカヤックまで、全般的に扱っている、メーカーさんいらっしゃいますので、そちら、うちが、ね、特にお取引の多いところを、今挙げさせてもらいましたけども、そういったところで商品が揃えることができます。なかなかいきなりカヌーの世界にバッて入った時はもうその辺から、初めて知ることが多いというか、そうですね、なりますんで、お求めやすいところも含めて探してみるといいのかなと。またウェア関係で今度はシューズです。これさっきもね似たような感じでできました。川と一緒で海も岸の近くは岩場もやっぱりありますし、万が一岩場に上陸しなきゃいけないなんていうケースもありますので、ネオプレンのフィット感のある靴が一応ベストです。でも万が一砂浜とか、ちゃんとしたスロープのあるような場所とか、そういったところで上陸できるのであれば、
まあ、かかとのついているサンダル、はい、まあ、こういったものを利用されても、いいかと思います。はい、これを上陸してキャンプしようとか何かしら考えている場合は、皆さんこれで一日過ごすわけじゃないですよね。そうですね。シューズも何かしら持ってかれる。そのキャンプ道具プラス、上陸した時に履かれる、これは本当につっかけで、はい、鼻だけのサンダルでも構わないと思いますので、そういったのをちょっと船の中に用意しておくといいと思います。そうですね。いいかもしれないと。これももう覚えてきました。ボスバッグ、はい、必要ですね。はい、さっきちょっと説明がね少なかったです、かもしれないですけど、ロールトップで完全に、はい、でこれもカヤック用のものが出ていると、はい、でちょっと生地が厚くなってるような感じですかね。まあ、シーカヤックで、ツーリングする場合はやっぱり荷物が多くなりますので、あとただハッチの入り口の径がね、まあ、広いものもあればちっちゃいものもあるんですよ。これ大きいの一袋でまとめちゃいたいんですけど、一本もの一つに入れちゃうと抜け出せ取り出せないんですよね。だからね、小さいものをいくつかに小分けして、一つこういくつか中に収めるように分けて収められるようにしといた方が便利ですね。またカヤック用ってちょっと長いイメージもあるんですけど、長いですね。長いですよね。細長くて例えば10リッターとか、20リッターとか、まあそのぐらいのリッター数の範囲内でうまく、パッキングね、分けていただければ。はい。これはもうちょっと学習してるんですけど、荷物がどうしても車のところで入れちゃって、そこからカヤック運ぼうとしちゃう癖があるんですけど、いざ持とうと思った時に持てないですよね。持てないです。だからまず空のカヌーを、出廷するまずそばまで運んでいきます。でそれからパッキングする荷物を細かく、持ってって少しずつパッキングしている。そうすればよかったんですよ。1回で行こうと思っちゃうからなるんですね。そうですね。車の脇で荷物詰め込んでさあ持とうというと船折れちゃいますんで危ない危ない、出れなくなっちゃうと、そんなのも工夫として、まあ、最低限必要なこととして覚えているということですね。さあ結構違いが出ました。最上艇グッズということで、さっきビルジースポンジだけあったんですけれども、シーカヤックの場合は、パドルフロートとビルジーポンプ、こういうポンプが足されてますと。リバーカヤックの人はもうエスキモーロールをできるように皆さん練習されますけども、海の人はね割とロール習得しないでもこういう道具があれば最上艇できるんでしない方が多いんですよね。じゃあ、この道具使ってどういう最上艇ができるかっていうと、まずパドルフロートっていうのはまあ、パドルにフロートをつける、名前の通りなんですけども、要するにパドルをこう包み込めるようなまず2つの、気質があって、片方は空気が入る、で片方はパドルがスポッと入るっていう、そういう構造になってて、で最初から空気を入れてデッキにつけておく方もいらっしゃるんですけども、まあ平らな状態でコンパクトになるように挟んどいて、ひっくり返ったらまあ口で空気を入れて、でパドルに差し込みます。で船とパドルを T 字型にセットして、で取り付ける方はパドルの素の状態ですよね。それをバンジーコードがついてるところに差し込んで、でその反対側の方にはフロートがついた状態で T 字型にして、でその浮力を利用して這い上がるんですよ。なるべく船の後ろ側の方に這い上がって、で足をすぐ前のコックピットにスッと入れられるようにして最上艇する。いや聞いただけでは、なかなか大変そうな今動作でした。これね万が一の時にいざできないっていうようなことのないように穏やかなところで必ず練習をしてちょっとこそ練しますわ、しといたわけです。皆さんそうです。もう絶対にそれのまず練習をしてから、その遊びに入るっていうような方が大体多いですね。そういった意味でも最初こういった講習とかスクールまで来ても、受けられるとこなんかいいかもしれませんね。そうですね。まあそのやり方、レスキューのやり方だけでもね、
海限らず全部やっぱり一通りやっといた方が安心感は違いますね。で、このビルジポンプって今度はポンプタイプ。ちょうど自転車の空気入れみたいな細長いもので、上から取っ手がついてるんですけど、それを引いたり押したりとかすると、その中、内部に水が通って、外に水を排出できるポンプになっています。シーカヤックの場合は、いくら最上艇の時に、まあ横向きになったり、万が一逆さまになったりとかしてひっくり返るもんですから、コックピットにやっぱり相当な水が入ります。まあそれを、最上艇の時に、ある程度抜ければいいんですけども、やっぱり必ず残ってしまいますので、乗り込んだ後に、今度落ち着いて、ポンプである程度の水を汲み出して、で、最後のビルジポンプで残った、あれを吸い取って、外に排出するっていう、そういう流れの、道具ですね。じゃあまさにこの流れで使っていくと。はい、そうですね。これは先ほどあったリバーカヤックであったですね、フローテーション、フローター、浮力体ですね、がないんですけれども、シーカヤックの場合は前回の動画で説明しました、荷室のところが、しっかり、隔壁がちゃんと、用意されてますので、コックピットに水が入っても、荷室に水が入ることはないんですよ。ですから、荷室がフロートの役割をしてくれますんで、船自体が水中に水没するってことはまずないです。だからある程度浮いた状態で、こう返せますので、その分いくらかコックピットにね、入る水の量は防げる構造になってますね。なるほど。ここ結構違いがありました。あとはこれ C フラッグ。これは C って海のことですよね。そうですね。海の旗と。これはね、読んで名のごとし、旗を取り付けるものなんですけども、これどういう意味があるかっていうと、海ってうねるじゃないですか。湖とか変わって、いくら荒れてもほぼ平坦ですよね。海ってうねりが出ると、そのうねりのボトムから、うねりのトップまで、2メーター3メーターって結構簡単に、差が出るんですよ。そうするとボトムにいると、漁船から見えない。2メーター3メーターって人のね、身長よりも。そうですね。まあ、外洋に出た時ですけどね。まあ、近海ではそうそうないですけども。近海だってもでもうねりあると。もうそこまでね、波があるともう、波に、岸に打ち付けられて、ちょっと出るの大変なんですけども、外洋出るとね、そのぐらいのうねりがやっぱり生じますんで。またツーリングだから、途中で、ね、予想しない変化があることがある。そうですね。そういうことですよね。まあ、その場合、例えば、大きな漁船だったりとか、船舶から、ちっちゃい、カヌーなんていうのは、もう目に入らない状態になることが結構多いので、その先端に結構目立つ色のね、旗を立てておくと、まあ、そこそこの、認識、100% じゃないですけど、まあ、認識、される割合が高まるのかな。そういう道具ですね。これグループツーリングでも先行者が見えなくなることもあるじゃないですか。あります。そういった時もあると助かりますね。そうですね。あそこにいるなっていうのが。どっち向かっていけばいいんだろうという。旗を目印についていけばいいんだなっていうのは、そういう目印にもなります。よくわかります。後ろからついていく側の人間としてはよくあります、これ。またこれもパドルリーシュっていうことで、リーシュっていうのは流れ止めだと思うんですが、これはリバーカヤックにはなかったんです。そうですね。まあツーリング、まあ大きな広い場所で湖もそうですし海もそうですけども、そこで例えば波がバッと大きな波が来て、パドル持ってかれたみたいな時、そういうことのないようにリーシュコードで、フックでねちょっとバンジーコードにこう引っ掛けておけば万が一手が離れても手が届くところに落ちてるっていうような感じなので、すぐにまた予備パドルをね出したりとかする必要もないので、こういったのがあった方が安全面では、いいと思います。これがついてると予備パドルがあれなくてもいいのかななんて思ってしまうんですけれども、そういった場合でも予備パドルはあった方がいい、望ましいってことですよね。そうですね。万が一っていう長くてやっぱり比較的水の抵抗を受けやすいものなんで、流されないまでも折れたりとか、そういうリスクがありますね。そういうリスクも海の場合はありますので、
予備パドルは必ずあった方がいいと思います。じゃあ流れた時だけでなく破損した場合も予はい備パドルは活躍すると。はい、また先ほどのトーイングローはい、ド出てきました。これ海用と川用の違いはですね、まず長さ、あ、違いがあるんですね。長さ。川用の船っていうのはそんな長さがないですよね。はい、ましてやプレイボートなんかは2メーターぐらいしかないので、すごく短かったです。引っ張る側の船と、引っ張られる側の距離が短くても、もう必然的に船が短いから。ただシーカヤックみたいに船の長さが4メーター5メーターあると、船から次の船までの間隔がやっぱ長くなりますので、その分やっぱり海用はねちょっと長く、はい、これ大体何メーターぐらいのものを持ってくことが多いんですか？川用は例えば3メーターとか5メーターとかそんなもんなんですけども、意外とそんなもんなんですね。そうですね。短く感じましたけど。はい。で海用はやっぱ長くて、それ船が5メーターぐらいは比較がないんで、やっぱり10メーター近いものがあると思います。はい、じゃあこう海用のものを兼ねて川用でも使おうと思っても、さすがに3、5メーターぐらいでいいのに、10メーター持っていくと、倍の量持っていく必要ないですもんね。引っ張ってる途中でその余分な長さのせいで、例えば橋桁が来ましたとか、障害物が間にねあったりとかすると、それが引っかかってしまうケースがあるので、極力川はやっぱりコンパクトに短いものがやっぱ中心になってます。はい、これはリバーとシーでは別々に用意しましょう。そうですね。兼用はできないですね。でこれ先ほどのレスキューギアってさっき出てきたのはもう一つだけ、ホイッスルもね必要だと思うんですけれども、この辺りは、主にリバーのものであると。そうですね。スローバックっていうのは岸から投げるものなんで、海で投げる場所がやっぱないので、そう必要はないと思います。はい。あとリバーナイフも引っかかるものがそうそうないので、川だと障害物がいろんなね、障害物が多いので、万が一引っ張ってる時にロープが引っかかりました。じゃあそれをお互いのやっぱり身の安全のために切り離して、しまうこともやっぱありますので、そういった時のリバーナイフ、はい、これもやっぱりライフジャケットにね取り付けられるようになってますけども、海用、川用とそれぞれ別物ですね。はい。ということなんですね。はい、意外とだからシンプルなレスキューギアがシンプルになる。その代わりに、パドルフロートがついたりとか、そうですね。最上低グッズが多いんですね。はい。これはリバーカヤックにはなかったです。ストロボライト、シグナルミラー。これは広い場所のね、万が一の遭難時に役に立つ道具ですけども、ストロボライトっていうのはパッパッパッね、定期的に光を発して、自分の、ここにいますよっていう位置を、教えてくれる道具だったり、あとシグナルミラーもミラーのついたちょっと穴の開いた、ミラーなんですけど、キーホルダーぐらいの大きさなんですけども、これもライフジャケットにね忍ばしておいて、万が一の時に光例えば船だったりとか飛行機に向けて光を、合図するっていう道具なんで、例えば無意味に自分の位置を教えるためだけに光らしておくと、逆に勘違いされて遭難してるんじゃないかと、余計な心配をね、させてしまうケースがありますので、本当に必要な時に、使ってもらいたいと思います。使っていきたいと。はい。まずはこうならないために、そうですね。いざという時の道具ですよと。この他にも、ちょっと細かなものですけれども、あると便利な、必要なものも含めてですね、防水のトランシーバー、ある程度距離届くものなんかは便利だなと。そうですね。グループツーリングの場合はね、いちいち携帯出してね、やるよりは、こういったトランシーバーの方が、連絡取りやすいですね。これこの間使ったんですけど、やっぱりね、全然違いました、安心感が。もっと早く使い始めればよかったなと思いました。もう分かりやすいです。サングラス日焼け止めですね。もう照り返しの反射のね光がもうとにかく目に悪いですから、海でのツーリングはサングラスが絶対必要ですね。これ変更にする必要は例えば目的が釣りだった場合は変更の方が絶対に、反射が抑えられて見える。そうですね。効果があると思います。ツーリングの場合はね、
そのギラつき、はい、まあどちらでもいいんですけども、まあ兼用してね変更を使うっていうケースも岩場の海中の岩場とか認識しやすくなりますので、変更多分、いいんじゃないかと思います。あとグローブ、これもですね、常に手のひらがもう太陽にさらされて、漕がなきゃいけない。で、この手の甲も結構焼けちゃうんですよね。はい、で、まあ日よけ、防止にもなりますし、あと手のひら、指の付け根、これパドルでもう擦れて、慣れてない方は豆ができちゃう。そういった慣れてくるとね、ここにカヌーダコってできちゃうんですけども、もう硬くなってもう豆なんかできないような状況になるんですけど、やっぱりあんまり慣れてない方は豆防止のために、グローブあってもいいと思います。また豆潰れると塩水が痛いんですよね。本当にグローブは絶対必要だと僕は思いました。あとはカヤックカード、写真もこちらにございますけれども、こういう車輪のついたもの、これはどういう、ね、これはね、まあ、シーカヤックを、長いもんですから、どちらか前か後ろか、乗っけて、片方乗っけて、で、もう片方は取っ手がついてますんで、そこに引っ張って、漕ぎ出す場所まで移動する手段ですね。ただこれに乗せたからといって荷物を全部詰めた状態にするとやっぱり重くてちょっとねたわんでしまったりとかそういうこともありますので、まあ、そうした場合はちょっとなるべく中心によりにね乗っけていただければいいんですけど、そこに乗せるまでもやっぱり重いですから空荷の状態でこれベルトでこう巻いて固定できるようになってますんで、まあ、そこで移動してからまた荷物を運ぶと、そういう方法の方がいいと思います。こんな感じで、その他の道具のご紹介でした。これ最後まとめなんですけれども、海と川でそれぞれ特徴的な持ち物とこれまで見てきましたけれども、まあ、こういう感じですね。内容はちょっと重複するんですけども、やっぱりシーカヤックは最上艇グッズだったりとか、いざという時グッズが多いですかね。そうですね。でリバーカヤックはヘルメット代表されますけれども、割とこう攻めにいってる感じのね、鼻栓、耳栓、フローテーションバッグと、ようなものが違いますと。でこれはですね、逆に言うと用途によっては共通で使えるものがあるのかなと思いますね。特にライフジャケットなんかはまあ、かぶり式とねジッパー式とあるんですけども、どっちを使っていただいても自分の浮力を出すものなんで、これは別に窮屈感とかそれほど気にならなければ海でかぶり式を、ね、使っていただいても構いませんし、当然、ツーリングの時に、ジッパー式のシーカヤックで使っているもの、同じものも使えます。安心しました。あとパドリングウェアとかシューズはまあフードがあるとかないとかの違いがありましたけども、シューズはもうどっちも兼用できますし、レスキューギアに関してはまあ必要に応じたね、先ほど説明した通りのものなんで、これも、使い分けていただければ、いいと思います。パドルも使い分け、さっき長さ違いましたもんね。そうですね。パドルはね、海のものを川で使うっていうのは今度長すぎて、取り回しがしづらくなるケースもありますので、あんまり長いのは川では使わない方がいいと思います。ということで、では、ライフジャケット、パドリングウェア一部使い回しできますよというところで、他のものはやっぱりそれぞれである程度は用意した方がいいというような感じですかね。そうですね。ではシーカヤックとリバーカヤックの違いを比べながらということで、長時間にわたって説明してきましたけど、ありがとうございました。お疲れ様です。短くするつもりでもこれぐらい奥が深いんだなっていうのがよく分かりました。こういった道具を装備を揃えて、正しい装備知識を揃えてですね、安全にですね、楽しく。そうですね。まあほんの今日はね触りでしたけども、結構まだまだ奥までこれで触りですか、説明することがありますので、まあその時はお店に来てください。それがいいですね。これですよって言っていただけると。ウエストではウエスト3条店にてカヌーカヤックの扱いがございます。電話でのご相談も承っておりますので、ぜひ通販も対応してます。ご相談ください。それじゃあ本日は以上になります。また次回をお楽しみにということで、ありがとうございました。ありがとうございました。